にちは、ちぼです。今回はウズベキスタンに行くならこれ食べて7選を紹介します。私は旅好き OL のちぼと申します。ウズベキスタンへは2023年の春に旅行に行ってきました。そんな私がウズベキスタンに行くなら絶対これ食べてほしいっていう料理を7選独断と偏見でお伝えします。実際のウズベキスタンの旅の様子は再生リストにまとめてますので、ぜひこちらご覧ください。そしてまだだよって方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。まずウズベキスタン料理の特徴についてです。やっぱり海外旅行行く時って旅先の国の料理が合うかって皆さん心配だとは思うんですけど、ウズベキスタン料理は米とナンと言われるパンが主食になっています。これはお米が主食の日本人からすると嬉しいですよね。またお肉はですね、ラムが多いんですけど、臭みっていうものは全然ないので食べやすいです。ラムが苦手っていう方も食べれると思うので、ぜひ試してほしいなと思います。スパイスを効かせてる料理が多いんですけど、ただスパイスといっても辛みの激辛スパイスではないので全然辛くないです。また味付けというのは素朴で優しいものが多いなと思うので、日本人にも合うと思います。私もそうでしたし、旅先で出会った人もみんなウズベキスタン料理美味しいし日本人に合うねって言っていました。なので安心して旅先でご飯を楽しんでほしいと思います。では不安を取り除いていただいたところでおすすめの7選を紹介します。まずはプロフです。プロフといえばウズベキスタンの定番料理ですよね。もうウズベキスタンに行ったら必ず絶対にみんな食べるっていう料理になってます。ピラフの原型とも言われています。プロフというのは大きな鍋にお米とラム肉ですね、お肉、玉ねぎ、人参、ニンニクやスパイスなどを入れて油で炊くっていう日本の文化からするとちょっとびっくりするんですけど、そういった料理になってます。なので脂っこいんですけど、でもとにかく美味しいです。ニンニクやスパイスやまたラムの旨味なども出てですね、すごく美味しいです。お米自体にもすごい旨味を吸っていてとっても美味しいです。ただちょっとオイリーなのでお店で頼んでもらうと分かるんですけど、ご飯食べ終わった後のお皿のこの油のたまりがすごいっていうチャーハンとかの比ではないっていうぐらいですね。私が旅先で出会った人が言ってたのは、プロフは一口目が一番うまいって言ってましたね。もう一口目がハイライトだって言ってました。なんかその気持ちはわかるなっていう。ウズベキスタンというのはお茶文化なんですよね。そのお茶のおかげでさっぱりできるっていうことで、お茶がね必ず出てきます。なのでプロフを食べる時っていうのはサラダだったりお茶でちょっとさっぱりしてもらうっていうのが食べ合わせ的にいいんじゃないかなと思います。もうどこのお店に行っても必ずあります。ウズベキスタン料理のお店に入れば必ずどこでも絶対プロフはあるっていうぐらいウズベキスタンの国民食になっています。でこのプロフもですね、エリアによってちょっと具材だったり味が変わります。ヒバは結構あっさりめで具材もそんなに多くなくて味もあっさりめでした。でサマルカンドに行くといろいろ具材ももうちょっと豪華に入っていてちょっとオイリーな感じはありましたね。でも味もしっかりついてるなっていう感じではありました。ブハラでは食べれなかったんですけど、現地で出会った人はブハラのプロフが一番美味しかったって言ってました。なので各都市ね、いろいろ回られる方が多いかと思うんですけど、ぜひ各都市のプロフを食べて楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。以上プロフです。続いてはナンです。こちらもウズベキスタンの定番の主食ですね。初めて食べる時どんな食感なのかなみたいな思ったんですけど、すごい歯ごたえがしっかりしてます。ずしっと重い感じですね。弾力というかガチっていう感じの食感です。フランスパンみたいに外がサクッとして中は柔らかいみたいな、軽いみたいな感じでもなく、本当にしっかりずっしり中の詰まったムチってしてるパンっていう感じです。でもね、それがすごく美味しいんですよ。なんか素朴な感じなんですけど、とても美味しくて私は大好きです。でこちらのナンもプロフと一緒でエリアによって変わります。形だったりヒバっていうのは結構ピザ生地みたいな感じで薄い丸い円形の感じですね。生地も薄いんです。これぐらい。はい。でもサマルカンドになるともう厚さがボンってこれぐらいになっちゃって、でもうちょっとこう丸くてですごいツヤツヤしていて、サマルカンドのバザールとかだとお花の飾りとかで装飾をされてたりとか、そういったなんか目立ちました。結構お土産とかで買ったりとかそういう人も多いみたいなんですけど、というぐらいエリアによってだいぶ形変わります。ヒバはねやっぱり全体的に味があっさりなのかな。プロフと一緒でやっぱ素朴な感じでしたね。ちょっと物足りなさがあったんですけど、タシケントとかサマルカンドの方が味もしっかりしてる感じかな。多分塩気がきっちり効いてる感じがありました。
タシュケントだとチョルスーバザールにもう両側にバーってナンの売り場がある、ナン売り場があるんですね。ナンストリートみたいな。そこに行くと一人用のちっちゃいこれぐらいの大きさの、私が Vlog でも買いましたって言ってるやつあるんですけどぐらいからお皿の形みたいになってナンもありました。だから結構ちょっと面白いです。いろんな形、いろんなサイズのナンを買って食べ比べるっていうこともできるかと思います。個人的にはサマルカンドのナンが好きだったかな。バザールじゃなくてサマルカンドの住宅街みたいなところにある個人のお店のところで若い男の子たちがこうなんか作ってて、ちょっとそれを動画で撮らせてもらったんです。そしたらなんか1個プレゼントでナンをくれたんですけど、そこのナンすごい美味しかったです。ちょっとね見た目も素朴、だいぶ素朴なんです。これが地元の人が食べるやつなのかなっていう感じで、すごいそこ美味しかったですね。ぜひナンも各都市でいろいろ食べ比べしてほしいなって思います。以上、ナンでした。続いてはサモサです。サモサっていうとね、インド料理のサモサもイメージしちゃうと思うんですけど、こちらのウズベキスタンのナンはお肉だったり野菜などを包んだ生地を焼いたものですね。ミートパイみたいな感じです。こちらは私チョルスーバザールで食べたんですけど、結構脂っこくてお肉の脂身とかもしっかり入ってる感じなんで結構ジューシー。ちょっと重いなって思う人は重いかな。私はちょっと重いなって思っちゃったんですけど、結構こってりめのサモサになります。で、値段はいいねっぽいですね。私も行く前に YouTube の Vlog とかで見てた値段とちょっと値段違いましたね。なのでその時のいいねによるのかなって思います。で、サモサは屋台だったり街中でも売られています。ウズベキスタンの旅行ではチョルスーバザールでしかその1回しか食べれなかったんですね。あともう1個はブハラサモサっていうちょっとまた雰囲気の違うサモサになるんですけど、他のところで食べたっていう方は逆に全然そんな脂っこくなかったですよっていう風に教えてもらったので、脂っこくないものを食べたいなっていう人はちょっとチョルスーバザールじゃないところで様子を見てね、こうなんか買って食べてもらうといいのかなって思います。結構安く買えるものになるので、ちょっとなんかおやつだったり朝ごはんとかでもいいかとは思うんですけど、ぜひ試してみてほしいなと思います。以上、サモサでした。続いてはラグマンです。ラグマンはうどんの原型とも言われています。麺はほんとうどんっぽい感じですね。コシのある麺にスパイスの効いたトマトスープになっています。そこにお野菜やお肉が入ってるっていう感じですね。日本でも全然なんか家庭料理とかで出てきそうだなぐらい辛すぎたりとかそういうこともないので美味しいです。基本はスープスタイル、スープに麺が使ってるっていうスタイルが主流らしいんですけど、焼きラグマンっていうのもあって、焼きラグマンだとちょっと焼きうどんみたいな感じですね。どっちも美味しいんですけど、個人的には結構焼きラグマン好きだったかな。やっぱり汁じゃない分ちょっとこう旨味が凝縮されてるような感じで美味しかったです。でもスープもあっさりこうさっぱり食べれてよかったです。お店によってどっちも扱ってるお店とかもあるんでしょうけど、大体がどっちかスープだけか、うちは焼きラグマンしかないみたいな感じだったんで、もしねそういうの見つけたらちょっと食べ比べしてもらうのもいいんじゃないかと思います。あとお店によっては小鉢みたいなちっちゃいサイズで出してくれるお店とかもあったりするので、誰かと来てればシェアしたりとかでもちょうどいい量かなって思います。男性とかね食いしん坊の方だったら半ラグマンとプロフみたいな感じで食べてもいいかもしれないです。すごい美味しいのでぜひ召し上がってみてください。以上ラグマンでした。続いてはちょっと定番どころから外れて地方の郷土料理になりますが、ヒバのシュビトオシュです。こちらはホレズム地方の郷土料理になっています。基本的に夏の時期に食べる構造を練り込んだ麺料理になります。私はウズベキスタンには5月に行きましたが、5月の時点で食べれました。麺にはディルが練り込まれている緑の麺なんですけど、爽やかなハーブの香りがしてとっても美味しいんですけど、そこにヨーグルトやトマトソースがかかっているので、ちょっとねパスタっぽい雰囲気で食べれます。なんかすごいおしゃれですよね。とにかくハーブの香りが効いてるので、ハーブが好きな方やパスタが好きな方にはおすすめです。またこちらはヒバ出身の人とかじゃないとシュビトオシュって名前言っても何それみたいな感じの反応をねされたこともあったので、ちょっとマイナーなのかもしれないです。でもだからこそ食べれる時期とかにヒバに行かれる方はぜひ食べてほしいなって思います。以上ホレズム地方の郷土料理シュビトオシュでした。続いてはブハラサモサです。先ほどタシュケントのチョルスーバザールで食べたサモサの時にもちょっとお話ししたんですけど、ブハラのサモサっていうのはちょっとタシュケントのサモサとはまたちょっと違います。でそれをちょっと現地の方に教えていただいてレストランで頼んで食べたものになります。ちょっ
と生地もねピザ生地みたいな感じ。タシュケントのチョルスバザールとかだと三角形でパイ生地っぽいみたいな感じなんですけど、ナポリピザみたいなのに包んで焼いたみたいな感じの見た目になってます。でそこにトマトソースをねつけて食べるんですけど、そのトマトソースの酸味もさっぱりしてて美味しかったです。ちょっとタシュケントで食べたサモサとかよりもだいぶさっぱり食べれるなっていう感覚はありました。ぜひブハラに行かれる方はレストランでブハラサモサ頼んでみてほしいなって思います。以上、ブハラサモサでした。続いてはちょっと名前がわからないナスのサラダです。こちらはもうこれ食べてとはちょっと違うかもしれないんですけど、個人的にブハラのレストランで食べたナスのサラダがすごい美味しかったんですよ。旅先でね出会った子と一緒にそのレストランで食べてたんですけど、2人でこのナスのサラダめっちゃ美味しくないって盛り上がったやつです。なんか結局こういうのが美味しいんですよね。このよく名前のわからないやつみたいなのが美味しいんですよね。中央アジアとかトルコあたりとかってやっぱ結構ナスの料理多いですよね。ナスのケバブとかもありますし、ぜひね皆さんもまずはプロフとかラグマンとかそういうザ定番どころ食べたいと思うんですけど、そういう名前のないものっていうのもねいろいろ試してみてほしいなって思います。日本でいうところのお寿司とか天ぷらみたいなんじゃなくて、なんか生姜焼きもうまいぜみたいな、なんかそういう感じですかね。ごま和えも美味しいぜみたいな、ひじきに食べたみたいな、なんかそういうのもぜひねやっぱ海外行ったら食べたいですよね。定番どころだけじゃなくて家庭料理とかにもあるようなものとかも私は結構そういうのが好きなので、ぜひ皆さんもそういった名前がよくわからない料理っていうのもね美味しいもの見つけてほしいなって思います。以上、私が個人的に美味しかったって思ったナスのサラダでした。以上がウズベキスタンに行くならこれ食べて7選の紹介でした。今回はもう絞りに絞って7つに絞ってるんですけど、もちろんねこれ以外にも食べたご飯全部美味しかったです。ウズベキスタンはとってもご飯が美味しいです。スパイスなどを効かせてるんですけど激辛とかでもないのであんまり人を選ばないですし、味付けも優しいので日本人の口に合うかなと思います。旅先で出会った日本人の方もみんなご飯美味しいって言ってました。なのでぜひウズベキスタンの料理楽しんでほしいなと思います。実際に行って食べた感想だったり、私はこんなのがお気に入りでしたみたいなとっておきのウズベキスタン料理などがあればコメントでぜひ教えてください。チーボーチャンネルではウズベキスタン Vlog、ウズベキスタンの旅の様子の本編や、またウズベキスタン行くならこれ気をつけてねという注意点動画、ウズベク語講座、またパッキング動画やスリ対策、ロスバゲ対策など旅にまつわる情報のコンテンツを発信しています。ぜひ遊びに来てください。この動画が面白いと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムも上げてますのでぜひフォローよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。